皆さん、こんな経験ありませんか？歌舞伎正直よくわかんないし、なんだか敷居が高そう。そんな日本人こそ映画国宝見といてください。僕、韓国から日本に留学して9年、歌舞伎なんて一度も見たことなかった人間が映画国宝を見た瞬間、鳥肌が立ち、涙がこぼれました。400年続く伝統芸能を吉沢亮さんが1年半かけた練習の演技を体験できるからなんです。この動画では韓国人の僕ですら心を揺さぶられた歌舞伎映画の衝撃の理由6個を説明します。まず一つ目はですね、これ歌舞伎に興味なくても感動しますという話です。僕は9年間日本に住んでいながら一度も歌舞伎を見に行ったことがありませんでした。興味を持ったことはありませんでした。歌舞伎はなんか難しいし眠そうというイメージが先行していて、日本の若者ですらあんまり行かないみたいなことで話していたぐらいですね。僕自身も400年前から続く演劇と聞くと、まるで歴史の教科書の中に閉じ込められた世界のように感じていました。ところが映画国宝のスクリーンに映し出された瞬間、すべてが衝撃、感動でした。役者の声が胸を震わせ、伝統楽器の低音が映画館の底を通じて身体に響き渡り、照明と化粧が生む表情がまるで命を吹き込まれていいな彫刻のように迫ってきたのです。見終わった時にはただ一言、これは歌舞伎というのもそうだし、中身、そして映画として出したっていうのも日本の国宝だとしか思えませんでした。二つ目はですね、歌舞伎劇を映画館で1000円台で見れるというところです。伝統芸能を見に行こうとすると、最低でも数千円、時には1万円を超えることもありますよね。これを映画という形にして、そして家の近くで見れるという映画館のチケット代、1500円、2000円ぐらいで400円の魂に触れられるんじゃないですか。座席に腰を下ろし、ポップコーン片手にスクリーンを見上げる。その日常の行為が気づけば荘厳な劇場体験に変わっていました。スクリーンいっぱいに広がる舞台装置の迫力、三味線の音がサラウンドで流れ、まるで銀座の歌舞伎座にワープしたかのようでした。高嶺の花だと思っていた文化が映画館という日常空間に降りてきた。ここに日本の懐の深さを感じたんです。3番目の理由はですね、400年の伝統を承継している日本文化の素敵さというところです。歌舞伎が誕生したのは江戸時代の初期、1600年頃と言われています。つまり今年で約400年超えの歴史を持つ舞台芸術ですね。韓国にもパンソリとか、仮面劇などの伝統芸術はあるものの、正直ここまで連綿と現代にまで息づき、しかし若い俳優や観客を巻き込みながら進化を続けている例は韓国では稀ですね。映画国宝を見ながら僕が震えたのは過去と現在が一本の糸でつながっているような感覚でした。舞台の所作一つ、大師の抑揚一つが江戸の人たちもこんな動きをしていたのだろうと想像すると背筋がゾクッときました。そして今、その同じ文化を僕という韓国人留学生が日本の観客と同じ空間で味わっている。これこそ文化の奇跡だと思いました。伝統とは古いものを守ることもあると思いますが、現代に生かして伝えることだと、この時僕は気づきました。4番目はですね、吉沢亮さんが1年半かけて演劇を練習していたとのことです。彼がこの作品に挑むにあたり、なんと1年半もの間、歌舞伎の稽古を積み重ねたとして僕はびっくりしました。普通映画俳優なら数ヶ月の役作りで現場に入ることも珍しくありません。しかし吉沢さんは伝統の形を徹底的に身体に刻み込んだというふうに感じました。韓国でも時代劇とかあるとは思うんですけれども、その中に出る現実とか踊りとかをやるとすると多くても数ヶ月単位でトレーニングして、そこで実際の映画とかドラマに入ると思います。というのもそんな長年かけてやるとなったら映画の制作費が膨らんでしまうので、映画を作るっていう話がそもそも難しくなってしまう。その中で吉沢亮というトップ俳優が1年半かけて修練を繰り返してこの歌舞伎っていうことを本物を見せるためにその分努力したっていうのが本当にすごかったです。その執念がスクリーン越しに伝わり、僕の胸を熱くしました。伝統を壊すことなく今の時代に届ける歌舞伎座でやられていることをなるべく一般の方に俳優がそれを再現するということ、拍手を起こりたくなると思います。
5つ目はですね、映像の美しさも映画声の芸術作品レベルです。国王を見てまず圧倒されたのは映画の美しさです。単なる記録映像ではありません。スクリーンいっぱいに広がる舞台はまるで油絵のキャンバスの中に入り込んだようでした。照明が衣装の金の色の糸を反射してキラキラと輝き、俳優の一挙手一投足がスローモーションのように鮮明に焼き付いてきます。僕は思わず映画館のシートで沈み込みながらも、これは映画というよりなんか芸術作品の連続を見ているようだと息を飲みました。伝統文化を今のもの、現代的なものに持ってきて、それを商業用の映画として撮るってことはよくあると思います。で、そこで面白さっていうの側面ももちろん大事ですが、一つの芸術として見た時に、その中で撮影している技術だったりとか、その脚本だったりとか、背景音楽で心を掴んだり放ったりとかするっていうことも、この国宝を見て僕がびっくりしたようなものでした。カメラワークな舞台の正面だけでなく、真横な深からも切り取り、普段の観客からは絶対見られない角度の表情まで映し出していたんですね。この音響っていうのもやばくて、太鼓の音とか三味線の音がもう空気を切り破くように響き渡る。映画館というより美術館の展示室でアート作品を見てるような神聖な空気に包まれていました。6個目はですね、これ意外な話だと思うんですが、監督は朝鮮学校出身の在日韓国人という奇妙さもあります。イーサン・イル監督。彼は朝鮮学校の中高を出た在日韓国人です。400年以上続く日本の象徴ともいえる歌舞伎をルーツ的には外側に立つ人物が切り取っている。この事実に僕は奇妙さと同時に強烈な感動を覚えました。伝統文化は自国民だけが守るものという考えが強いですが、日本の歌舞伎はその門戸を広く開いていた。映像に独特の緊張感とか独特な温度差が生まれていたのかもしれません。この話そこまで遠い話でもなくてですね、僕自身も韓国人留学生として日本文化を見る、そしてその感想を共有する立場にいます。外から見ているからこそわかる日本の素敵さというものがありまして、その意味で言うとこの作品はまるで僕の目指す姿っていうことを映し出しているようでした。国境とか背景を超えて一つの芸術とか一つの素敵なポイントっていうところをちゃんと僕の場合は言語化する。イ・サンギル監督の場合はそれを芸術作品として次の世代、今の世代に届ける、まさに、芸術としてのあり方だったりとか、日本文化の底力を証明したりとか伝えるっていうような象徴の映画だとも思いました。この映画国宝を見終わった帰り道、僕はしばらく歩けませんでした。胸がいっぱいになって頭の中で太鼓の音と俳優の声が何度も響いたからですね。もちろん面白くなく見た人もいるかもしれません。映画を見る前には歌舞伎は渋いとか難しいとか敷居高いとかと思っていました。けれど映画館という皆さんが気軽に行ける日常空間にそういう歌舞伎が降りてきていて、それは歌舞伎を知らなくてもストーリーとして面白く見られる特徴があると僕は思っています。これは宝石が落ちてきたような感覚でした。これを1500、2000円ぐらいで400年の伝統に触れられるっていうところ、俳優が1年半かけたその成果を見られるっていうところ、この全てが重なって日本文化の最高峰ということが僕に届いてきたというふうに思いました。きっとこの動画を見ているあなたも歌舞伎自分には興味ない、関係ないと思っていたのかもしれません。これは日本人だからこそちゃんと日本の国宝となる歌舞伎の演劇っていうものをもっと知ってほしい、見てほしいと思っております。あなたの国の国宝なのです。僕のように韓国人ですら涙するほどのものをあなたは知らないなんて僕はもったいないと思いました。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。以上、パクンでした。アンニョン。